どうもよろしくお願いします。高倉和也です。ゴジラ映画の見どころを語る動画、ゴジラ映画ここを見て、今回もよろしくお願いいたします。というわけで、今回のテーマはこちらでございます。ゴジラ VS モスラとインド神話ということでですね、ゴジラ VS モスラといえばですね、バーストシリーズの中でも屈指の観客動員数を誇る、非常に人気の高い映画でございますけれども、今回はですね、このゴジラ VS モスラとインド神話、この2つをですね、比較しつつ見ていくことで、映画内でのゴジラ、モスラ、そしてバトラの戦いについてですね、違った見方ができるんじゃないのかなというお話でございます。具体的にはですね、インド神話に登場するシバ、ブラフマー、そしてビシュヌというですね、この三柱の神様をゴジラ VS モスラのいろんな要素と対応させてお話をしていきまして、そこからさらに映画で描かれる神々と人とのですね、関わりといったような、そういったテーマを話す動画でございます。ということで、最後までよろしくお願いいたします。では早速参りましょう。まず、映画の見どころを語る上で前提となるインド神話の神々のお話でございます。まず最初に紹介するのはですね、こちら。シバですね。世界の破壊を象徴する破壊神。そういった役割がある神様でございます。世界というのはですね、どうしようもなく混乱が訪れてしまって、もうどうしようも、ここからね、再建するの無理だよっていうような状況になった時に、そういった滅びゆく世界というのを破壊して、その後の再生を促すという、そういうことを司る神様ですね。言ってる理屈はね、割とよくわかるんですけどね。例えばね、カレーとか作るときにね、インドだけにカレーとか作るときに、カレールー入れなきゃいけないのに、うっかり味噌とか入れちゃって、ね。これ、味噌煮じゃねえかみたいなものが、ね、できちゃった時に、そっから無理してまたカレーに軌道修正するよりも、一回全部捨ててね、最初から作り直した方が、早いよなっていう、そういう理屈はわかりますけどね。ただ、その対象というのが、ね、カレーではなくて世界だっていうところがね、ちょっと困っちゃうんですけど。ね、我々の気持ちはどうなるんですか？あなた方はそれで簡単かもしれませんけど、そこにいる我々はどうなるんですかっていうね。インド神話の神様ってすごくスケールがでかい方々がめちゃめちゃ多いので、結構ね、こういう破天荒というか、規模のでかい話っていうのが結構たくさんあるんですよね。ちょっとね、僕の好きなね、このシバ神のエピソードをもう一つ紹介したいなと思うんですけれども、ある日ですね、このシバはですね、あんまりこのシバのことをよく思わない人たちに命を狙われるんですね。あいつちょっとつかんわ、みたいなことを言われて、殺されそうになっちゃうんですよ。でどうやってね、そういう風に、命を奪おうとするかっていうと、ね、めちゃめちゃ獰猛な虎を連れてきてですね、シバのところに送り込むんですね。あいつ食っちまえと。今にも食いかからんばかりの虎をシバのところに送り込むんです。しかしですね、シバの方は、バーッと襲いかかってきた虎のですね、皮をベリ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 って剥がすんですよね。虎も驚きますよね。これから食おうと思ってる相手に皮剥がされちゃうんだから、ってなると思うんですけど、シバは何を思ったのか、その剥いだ皮をですね、腰にぐるって巻いてですね、その場で踊り出すんですね。この皮かっこいいじゃんみたいな感じで、上がるみたいなこと言って、踊り出すんですよね。殺そうとした奴らも、あいつ踊ってるぜってびっくりするんですけど、ね。いや、じゃあもう次はこれだってことで、毒蛇をね、バーって投げるんですよ。さすがにね、シバでも毒蛇に噛まれたら死ぬだろうと思ったんですけど、投げつけられたシバはね、飛んできた蛇をバッて掴んで首にぐるって巻いて、ネックレスみたいにしてまた踊り出すんですよ。このネックレス上がるわーって。めっちゃ楽しいんですけど、みたいな感じでずっと踊ってるんですね。なんであいつ死なないんだよと。なんでだよと思いながら、最終手段だと。ね。悪魔呼んでくるっつって、悪魔をシバのとこにね、送り出すんですよ。ね。蛇からいきなり悪魔ってね、段階をもうちょっと踏めよと思うんですけど、殺すぞってことで悪魔をね、送り込むわけですね。ただ、シバの方もね、悪魔を送り込まれてきたんですけど、その、ね、来た悪魔をいきなり地面にバーンって叩きつけて、ね、その上に乗ってですね、悪魔を踏みつけながらまだ上で踊り出すんですよね。足元で悪魔が、痛い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 やめてくださいとか言ってるのに、うわ、楽しいこのお立ち台いいわとかって言いながら、ずっと踊ってるんですよ。で、その様子をね、周りの奴らみんな見てるんですよ。天井に住む神様とか、ね、殺そうとしてたね、シバのことをちょっとよく思ってない奴らもね、その踊り見てるんですよね。そうすると、あの踊り、やべえわ、と
俺ちょっと心に来たわって。やっぱシバってすげえなって、ね。そこでね、この年だったらもう心を改めるっていう。踊りを見たらみんなに好かれるっていうね。よくわかんないエピソードがあるんですけど。うん。なんですよね。アメリカの学園ものかなみたいな。ね。ちょっとクラスでね、若干浮いてるやつが、ね、ダンスパーティーでめっちゃかっこいいダンスを踊ったら、周りから認められるみたいな。そんな逸話がね、インド神話にあるんですけどね。そのくらいね、こう、パワフルっていうか、ちょっと男性的な力強さを持っている、そういった神様ですね。そんなね、破天荒な神様がいっぱいいるんですけど、続いてご紹介しますのはですね、こちら、ブラフマーですね。世界の創造を司るという風な属性がある神様でございます。このブラフマーはですね、先ほど紹介したシバ、そしてこの後紹介するビシュヌと合わせましてですね、インド神話における最高位に当たる神様なんですね。いわゆるインド神話の頭を張ってるような、トップを張ってるような神様なんですよ。ただですね、どうも他の二人の神様と比べると、若干影薄いんですよね。なんか、シバ、バシュヌ、ブラフマーみたいな、あれいたっけみたいな感じになっちゃうことも多いらしい。結構その、インド神話を有するヒンドゥー教の世界の中では、シバのことめっちゃ好きっていうね、派閥の人と、いやいや、ビジュヌでしょみたいな派閥の人は結構いるらしいんですけど、ブラフマー推しの人ってちょっと数少ないらしいんですよね。そういう神話の中で3人いると1人影が薄くなるっていうのはですね、日本神話にも同じようなところありますよね。つくよみなんかがそういうポジションになるかと思うんですけれども、アマテラス大神とスサノオっていう日本神話における2大スターのね、兄弟で、生まれた時もほぼ同じタイミングで生まれてるはずなんですけれども、なんかエピソードが少ない、なんか出番が少ないっていう、そういうね、神話の類似点なんかも見えてくる神様かなというふうに思いますね。そして、最後はですね、こちら、ビシュヌですね。世界を維持する役割を持った神様というふうに言われております。維持するっていうのはですね、つまり、世界を脅かす脅威と戦うっていうことも意味しているわけですね。そういう、例えば世界を征服せんとする悪魔とか、そういったものと、戦って、その脅威を排除する。そのことによって世界を維持するという、そういった役割を持っている神様でございます。そういった、ね、世界を脅かす相手との戦いのたびにですね、人間の世界にですね、姿を変えて現れたりもしてるんですね。例えば、時にはですね、バカでかいイノシシになって、この世界に現れたりとかですね、同じくでかい神になるとか、あるいは人間の王子様になったりとかっていう、様々な姿で各地の逸話に名を残している、そういった神様でもあります。個人的に思うのはですね、多分これって、いろんな地域に徐々にインド神話っていうものが伝わっていく中でですね、その地方のね、有名な伝説とか言い伝えなんかを神話の中に取り込んでいった、そういった結果、起きたことなんですよね。例えばなんかね、その、インド神話をビジュヌ様を崇めている一派がですね、どっか地方の村とかに行った時に、いや、うちのビジュヌって神様知ってるみたいな。すげえよ、うちの神みたいに言うと、その村のね、人たちが、あ、そう、いや、うちの村にはね、なんとかっていうその、ね、神様いるからね。うん。あれ、伝説知ってるすごいよ。ね。いや、うちは間に合ってるから、ビシュヌ様はいいかなってなると、あなた、その神様、ね、実は、うちのビシュヌ様が、姿を変えた時のお話なんですそうなんですかって言ってくるわけですよ。そういう風な感じでね、どんどんお話が、各地で広まって、そういう風な形で、神話の中にいろんな各地の伝説を取り込んでいった。そういう結果ね、こういうことが起きている神様なのかなと。だから言ってみればね、そこら中に隠し子のいるギリシャ神話のゼウスみたいなもんですよね。ゼウスもそこら中にね、自分の子供いますから。だからやっぱり今の話と同じようにね、いや、うちのゼウスって神知ってるみたいに言った時に、いや、うちにはなんとかって神がいるからね。その神様、言っちゃったその神様、実はゼウスの息子でーすみたいな。そうなのって知らなかったって。別に、当時の人そんな、コロッと信じるほどバカじゃないと思うけど。ね。そういう手法でね、取り込んでたんですよね、きっと。そういう、神話の伝わり方なんかっていうのをね、感じられる神様が。以上のこの三柱の神様が、インド神話における、最高位にいる神様たちということになりますね。では、映画本編の話に入っていこうかと思うんですけれども、その前にですね、そもそもね、なぜこの映画とインド神話を
関連づけるのかというところをお話しいたします。映画の冒頭をね、思い出していただきたいんですけれども、別所哲也演じる主人公ですね。この主人公がタイの遺跡から宝物を盗み出すシーンというのがあるんですね。で、このシーンで盗む宝物というのが、頭が象の形をした石像なんですよ。このね、頭が象になっている。この石像というのは、インド神話に登場するガネーシャという神様をかたどったものだと思われるんですね。先ほど紹介したシバの息子にあたる神様なんですね。ちょっとシバの気まぐれで頭を象にされてしまうという。ね、お前これでいいだろうボンって。お父さんこれ象じゃない象の頭じゃないって。いいから黙ってろうるせえって。ね、お前は今日からその頭だみたいなことを言われてしまうね、神様なんですけれども。そのね、ガネーシャ像をかたどったものであると。そこがきっかけになってね、この映画って結構インド神話と何かしらのつながりをね、見出せるのかなというふうに考えたというのが、今回のお話の発端になるわけですね。ちょっと余談になるんですけれども、このガネーシャというのはですね、商売繁盛の神様でありまして、同時に学問の神様でもあるんですね。なので、元考古学者で、今はカニにがめついトレジャーハンターっていうのをですね、生業としているこの主人公がガネーシャの像を盗み出すっていうのは、結構ね、面白い、因果というか、お話かなというふうにね、思いました。そんな余談でございます。で、このゴジラ VS モスラとインド神話を関連させるという視点で考えていくと、先ほど紹介したインド神話の神々とよく似た要素というのがゴジラ VS モスラにもあることが分かったんですね。まず、この映画で初登場する怪獣バトラーですね。バトラーはですね、地球の脅威となるものと戦う存在ですよね。劇中で言われているように、この90年代の終わりに、外から宇宙からやってくる隕石を破壊するのがバトラーの使命であり、同時に地球環境を破壊する人類であるとか、地球上で暴れるゴジラと戦うというのがバトラーの使命なわけなんですけれども、つまりですね、そういった脅威と戦うことで、地球という世界を維持するための存在なわけですよね。この点がですね、ビシュヌと共通点があると思います。また他にもですね、繭の状態を経ずに幼虫から成虫にバトラーは一瞬で羽化しますよね。このあたりも変幻自在に姿を変えるビシュヌの要素というのを伺わせるところがあるかなと思います。そういった共通点があるということですね。ではですね、残りの神様っていうのは何と対応するのかというところになるんですけれども、この映画にはあと2体、モスラとゴジラが登場しますから、そのままね、この2体がシバとブラフマに対応するかというと、これがね、ちょっと違うと思うんですよ。ゴジラはですね、破壊神っていうシバと対応しそうに思えるんですけども、逆に言うとですね、破壊するという点しか共通点がないんですね。シバの持つその破壊の後の再生っていうね、この要素もゴジラにはちょっと見つからないかなと。またモスラの方もですね、ブラフマーの持つ世界の創造者としての属性っていうのはね、ちょっとないかなと思うんですよね。モスラはどちらかというと、守護者、守り神であって、何かを世界を作るっていうような、そういった役割は持ってはないかなというふうに思います。ではですね、シバとブラフマは映画のね、どこに対応することができるのか。実はですね、対応するのは怪獣以外の要素だと思います。それはこちら。劇中で、言及される巨大隕石と地球生命ですね。地球文明を破壊するほどの威力を持つ、この巨大な隕石はですね、シバの破壊神という要素に、まずは噛み合いますし、そもそもですね、シバの持つこの破壊の後の再生というのは、例えば嵐とか、例えば大雨といった自然災害によって土地がめちゃくちゃに破壊された後に、そこから草花や農作物が豊かに実るということから連想された、そういう説があるんですね。それを踏まえると、同じく天才である隕石衝突というのは、シバとね、よく似た要素があるというふうに言えると思うんですね。そして、ブラフマーに対応するのが地球生命ということになります。地球生命はですね、劇中でバトルを生み出したとされる存在でありまして、地球そのものがですね、一つの大きな生命体であるという、そういう説明がね、映画の序盤の方でコスモスの方からあるんですけれども、このバトラーを作りですね、また地球上のあらゆる生命の母体といえるこの地球生命という存在は、
世界の創造を司るブラフマーと類似していると。結構共通点が多いというふうに思います。で、またこの地球生命っていうのがね、映画の中ではあんまり存在感がない点もよく似てますね。ね、最初こそね、バトラーを作ったのは地球生命みたいに言われて、ってなるんですけど、後半の方になるにつれてバトラーとゴジラのね、戦いとか、ね、モンスラが街壊すシーンに気を取られて、あれ地球生命ってなんだっけみたいな。ね、結局最後の方とか、モンスラ万歳みたいなね。いやいや、まだ私の体の上でどんどん環境破壊されてるんですけどもしもしみたいなね、感じになってくるんですが。そんなね、影が薄くなっちゃうところも、ちょっとブラフマーっぽいかなというふうに思います。ここまでを一旦まとめますと、ゴジラ VS モスラの物語の中で、バトラはビシュン、巨大隕石はシバ、地球生命はブラフマーに、それぞれ対応させることができるというお話でございます。それではですね、インド神話の見柱の神に対応しなかったモスラとゴジラというのは、この映画でどのような立ち位置にあるのか、ちょっと考えてみました。この2体の怪獣はですね、インド神話の別の神ではなく、ちょっと別のジャンルの存在ではないかというふうな考え方をしてみたんですね。まずモスラなんですけれども、モスラはですね、映画の中で守護神として紹介されています。そして映画のラストではですね、バトラの役目を引き継いで隕石の破壊のため宇宙に飛び立つと。そういった行動を映画の中でしているわけですね。つまりですね、インファント島という一地方の神様であったモスラが、インド神話の最高神の役割に取って変わったということが言えるんじゃないでしょうか。地方のね、ちょっとした地方にいるご当地アイドルみたいな人が、ね、全国レベルのアイドルが主演する映画の主役を奪い取っちゃうみたいな。女の世界って怖いみたいなね。そんな行動をね、モスラは映画の中でしてるわけですよ。このね、現実の世界における宗教的なね、動向というか、そういうところで考えてみると、インド神話の神々を自分たちの宗教世界の中にね、取り込んでしまった仏教にね、結構近いような動きじゃないかなというふうに思います。仏教における帝釈天とかね、伊達天とか、その辺はそもそもインド神話の神様だったんですけれども、仏教世界に取り込まれて、仏法の保護者となるという、そういった敬意を持っている存在ですよね。それと同じように、インファント島土着のモスラ信仰みたいなものが、インド神話を塗り替えてしまうという、こういう宗教的な下克上が起きている。そういうことがこの映画からね、読み取れるかなというふうに思います。そう考えてみるとね、映画のラストにおけるモスラの行動っていうのも、ちょっと違う見方ができるんじゃないかなというふうに思いますね。映画のラスト、モスラは海にね、ゴジラをバトラもろとも、封印するという、そういうシーンがあるんですけれども、これでですね、どうもゴジラを抑え込むというよりも、自分が乗っ取った神話の神であるバトラの方を封印していたのではないかと。そういう風にも見えてくるんですよね。自分が乗っ取った組織ですからね。元トップはいらないわけですよ。結構でかい会社を乗っ取ったらもう、創業者一族が追い出しちゃうみたいな。アップルみたいなね。アップルは違う。ジョブス追い出しちゃうみたいな、ことをね、モスラはしてるわけですよね。実際ね、その次回作であるゴジラ VS メカゴジラではですね、ゴジラ、あっさり復活してくるじゃないですか。あれお前封印されてなかったっけって思うんですけど、しれっと復活してきて、ラドに向かって熱戦打ってるわけですよ。このことからもですね、あんまりゴジラを本気で封印しようとはしてなかったんじゃないのかと。むしろバトラの方により強い封印の力をね、割いていたんじゃないのというふうに思うわけですね。だからモスラってね、結構意外と腹黒いんだなと。この左の画像にもあるように最後にはですね、もう、さすがモスラさんだな。やっぱりモスラさんにはかなわねえや、みたいになるんですけど。ね、いや、俺、世界が一瞬でモスラ教に塗り替えられているようなね、ちょっと恐ろしい場面にも見えてくるなというね。そういう風にも読み取れるかなという風に思います。そしてですね、最後に、ゴジラについてですね。これまでですね、怪獣であるとか、映画の要素をですね、神話とか宗教的な要素に当てはめて考えてきたんですけれども、ゴジラに関してはですね、それらとは違う要素が当てはまると思うんですね。言ってみればそれはですね、あらゆる宗教が昔から、あらゆる神が昔から対抗してきた要素なんですよ。
この映画におけるゴジラというのはですね、恐怖の象徴と言えると思います。第1作目のゴジラからね、一貫しているところではあるんですが、ゴジラは本来戦争であるとか原水爆、そして天災などですね、人々が抗えない恐怖の象徴と言えると思います。そういったどうしようもない、どうしようもできない恐怖に対して、宗教あるいは神話における神というのはですね、天災が神の怒りであるとか、身に降りかかる不幸は神の試練であるとか、そういうふうに神という理由をつけて、こういった不幸を乗り越える、そういった術を与えてきたわけですよね。この映画で描かれているのはですね、そういった宗教の象徴であるモスラ、バトラと、恐怖の具現化であるゴジラ、この両者のですね、対決なんですね。いわば宗教によって恐怖は抑え込めるのかということを描いているわけでございます。映画の中ではね、一旦はモスラ、バトラという神々の力によって恐怖の象徴であるゴジラは倒されます。しかしですね、どんなに信仰心がね、熱い人であっても、恐怖心っていうのはね、どうしても感じちゃうじゃないですか。毎日何かしらちょっと怖いな、ちょっと嫌だなと思うことは出てくるものですよね。それと同じようにですね、後にゴジラは復活をしてくるわけです。しかしその時ですね、バトラという神はすでに死に、モスラという神は旅立ってしまっているわけです。この世界に神がいない状況になっているんですね。では神を失った人類は、科学の力によって恐怖に対応しようとします。それがですね、次回作であるゴジラ VS メカゴジラになるんですよね。しかし、神を失い信仰心を失った人類は人の心まで失おうとしているのではなかろうかということで、これはまた別の映画のお話、ちゃんちゃんと。そういった感じのね、お話を読み取ることができるかなというふうに思います。というわけで、最後までご覧いただきありがとうございました。今回はゴジラ VS モスラのお話でございました。ぜひとも高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。というわけで、ゴジラ映画ここを見て高倉和也でございました。どうもありがとうございました。